皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋オーズで実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回ですね、読み上げというかですね、音声を加藤一二三九段に設定してあります。10分切れ負けてね、今回もやっていきます。あなたが後手です。私後手番ですね。相手の方ご機嫌なか飛車が得意な三段の方ですね。はい。2六歩で3四歩で。そうですね。こう飛車先の方を早めに相手の方決めてきましたね。どうしますかね。ちょっと振り飛車やってみますかね。四間飛車でいってみましょう。4間飛車。ちょっと藤井システムチックにやってみますか。あまりね、私居飛車党なのでね、公式戦プロの公式戦で藤井システムを使ったことがないんですけれども、せっかくなんでちょっとやってみます。藤井システムという作戦はね、このように飛車は四間飛車振るんですが、飛車を振った後にですね、こう王様をね、本来こう6二玉、7一玉、8二玉と囲っていくことが多いんですが、このように王様を居玉のままね、場合によっては攻めてしまう含みがあるということですね。ただ今3六歩というこの3六の歩ついた手が一つ相手の方のポイントの手で、これ場合によってはね、急戦を仕掛けてくる可能性があるんですね。ですのでこう一回ね、王様を囲いに移ると。この辺ね、解説編の方で、ゆっくり解説できればと思います。もう少しね、王様を例えば6二で頑張ったりとか、する指し方もあるので、そのあたりもね、後ほどね、説明できればと思います。そうですね、こういうふうに仕掛けてくるんですね。3六とついてあることで、この3五歩という、仕掛けが、発生しております。これはね、同歩と取るか、銀を上がるかですね。はい、同歩と取る手もあるし、4三銀と上がるし、いずれにしろ角の頭をね、攻めてきた手になります。はい。どちらにしますかね。同歩と取って4六銀とね、これ手筋なんですよね。手筋4六銀ですと4五歩と突かれそうなので、3五歩とついたということです。どうしますかね。銀上がるか、同歩で取ってみますかね。同歩で銀上がって、はい。で、歩を伸ばしてみますか。角の頭をね、こう攻めてきているので、これはね、軽く受け流してね、指そうという指し方です。他にも対応策がね、いくつかあるところです。そうですね、これで、相手の方今長考にするんですけど、3五銀と、こう角の頭を目指して、出てくる手には3七歩成となりまして、同桂3六歩という反撃を狙っております。2四歩でしたね。これはこれ先ほど3五歩と同じで突き捨てを先に入れて、同歩と取るか同角と取るか、同角もこの場合あるかもしれないですね。同歩ですと3五銀と出て、どんどん攻めてしまおうということですかね。難しいな。同角もありますね。同歩は3五銀ですかね。その時に1五角と出るような手を消してるってことですかね。同角で取ってみますか、ちょっと。同歩もあると思います、これは。はい。同歩ですと、今ちょっとね、途中になってしまったんですけど、3五銀と出た後にね、1五に角を出るような筋があるんです。その手を消しているということですね。で、4三銀から上がって、これ2六飛車手筋ですね。こう横歩を取って、私は飛車をぶつけてね。こういったような仕方でぜひ参考にしてほしいですね。で、3五歩と。飛車交換になれば、私の方が、なんていうんですかね、振り飛車側の方が陣形がしっかりしているということで、相手は3五歩とね、ちょっと、こう、飛車と銀に上の歩打つ手なんでね、見た目はちょっといびつのように見えるんですけど、この手も手筋ですね。私これで王様入ってきますかね。はい。一旦これで、相手の方のね、攻めを一旦食い止めた形にはなっております。で、1二香下がってきますから。この1二香というのは、後ほどね、角がこう、効いてきていて、現状ね、4四に歩がいるんですが、1一角ないとね、香を取られるような変化がよく出てきますのでね、一回こう逃げておいたということです。これで一応一段落ですかね。現状ね、こう3五歩と打ったことで、飛車と銀が相手の方もね、こう進む形がないので、はい。急戦を食い止めて、私のとしてはね、こう8の位も取ってありますから、ゆっくりした展開になれば、この8の位もね、行きやすいかなというところですね。あと、歩を2枚持っているのもね、一つミソですね。はい。相手の方ちょっと長考になってますね。ここは分岐点ですね。3四歩です。これ決断の一手ですね。長考されただけあって。一回打った方つくんですが、これはもう3五銀とね、出てくる狙いで、同銀でも同飛車でももう戦ってしまおうということですね。なるほど、なるほど。これは難しいですね。こちらも同飛車もあるし、同銀もあるし、迷うところですね。同銀と取ると4四角と出てくるということでしょうか。
で銀を引くと飛車交換になって、まあこの辺難しいんですよね、指し方がね。同銀も4四角で4三銀と引くような手もありますね。そこで同飛車同飛車同銀、難しいな。どうしますかね。まあ同飛車でいってみますかね。難しい難しいって言っちゃいますかね。同飛車同飛車同銀で4四角とおそらく出てくるんですよね。そこでどうするか。まあ、同飛車でいってみますか。まあやっぱり3五銀とね、上がられる形はちょっと避けたいんですよね、振り飛車側として。まあこれでおそらく4四角と出てくるんですね。この時に1二香と上がっていることで1一角成がないというのがね、一応私の方の狙いとなります。ここで指す手が難しいですね。どうしましょうか。まあ3六と打って4五桂に、まあ同銀同銀で歩を成るとか、まあ手もありますし、一回5二金と上がってくるっていうような手もありますね。難しいですね、これはね。角をぶつける手もあります。角ぶつけが一番いいかな。同角同角成同桂1一飛車とね、それで多分香車を取ってくるってことかな。で金上がって難しいまあ結構ね、相手の方はこれで3四歩機敏な手だったかもしれないですね。ここでどう指すのか私も指す手が難しいですね。飛車でも打っときますかね。どっちに打つのがいいかな。3九か。ちょっと迷いますね。3九に打ちますか。まあここ難しいですね。ちょっと指していろいろあるところでしたね。まあ3九飛車はまあこうね、玉側にプレッシャーかけてるんですけれども、相手の方もここは手がね広いところですね。はい、4五桂と飛ぶ手もあるし、まあこうねやっぱ香車が取れないのに1一角成とやりにくい手なんですね。で角を引いてきましたね。あ、飛車を打ってきましたね。はい、この方が普通ですかね。歩を打つ、桂飛ぶ、同銀同銀同銀で角引く。いや同角同桂飛車なる。まあ難しいな。どうしますか。同打つ桂飛ぶ同桂同銀。そうなる。いや難しいです。指す手がね結構いろいろあるとこですね。桂馬を飛んどく手もあるな。香車を取って3六3三角とぶつける手もありますね。同角同桂で、ただ6六角と打ってくるかな。それで香車を取って角になって、いや難しい。ちょっとですね、ここは考えますね。角を引く、こう打つ、桂飛ぶ、同銀同銀で桂を取る。ああそういう手もあるな。いや難しい。こう打ってみますか、桂取りにね。まあこれはと金攻めを含みにね、飛車とこうと金で攻めていきたい。ただ4五桂と飛ぶ手があるんでね、まあそれほど簡単じゃないですね。はい。まあこの8の位があるのでね、まあ右の囲いはそこそこ硬いんですけどね、ただ飛車と角をこう打ち込まれてますからね、それほどまあ安泰というわけでもないですね。はい。あ、桂馬を取ってきましたね。これは金上がりますかね。で、桂飛ぼうってことかな。取ってこうってこうなる。それで4五桂ですかね。いや、相手の方強いですね。まあ4五桂と飛んで、まあ5三桂成狙いつつ桂馬をね、逃げるというのは考えられますね。まあそこで私のことを指すか難しいですね。まあ3九飛車と2四の角をなるべくこうね利かしたら4五桂と飛びたいんですけど、4五桂と飛ぶと同銀同銀の時にこう角がねこの7九の銀にこう効いてくるので、まあそれがちょっとね相手の方からすると怖いところですね。まあでも飛んできましたね。そうですね、飛ぶ手が一番いいでしょうね。まあ正直あまり自信がないですね、形勢に。はい。まあ同銀で取りますけど、5三桂成とねなられちゃうと痛いんで。まあただこれ銀損なんでね、形勢はあまり自信はないですね。ただこの3七のと金が私としてはね、狙いっていうか、できれば活躍してほしいところです。はい。まあ、美濃囲いが硬くて、玉の硬さは私の方が勝っているんですが、いかんせん先に駒損をしているという部分がどう出るか。まあ容易ならざる形勢でしょうね、私のもね。これはどうなんですかね、2三竜と引いて、この2四の角がですね、まあよく効いているので、少しこういじめに行く手とかですね、まあ、あるいは5五角と引いて、銀と桂馬を持っていますから、6五桂、これは攻め合いの手ですね、こうなっていこうと。一番厳しい手で来られました。どうしよう。歩を打って、
払いますかね。4三歩、5三桂ならずかな。取る。あと何分？あと何分って言われてましたね。 5分あと何分ですね、これは。いや。どうする？桂なる。取る。いや、難しいですよ。桂馬なってくる手がね、やっぱ厳しいので、それに勝る手を攻めさせていかないといけないということですね。4三歩と打つと桂になってきますかね。で、角を取って金を取って、それはすごい攻め合いですね。それでいってみますか。まあこれはですね、まあ最後に私の方がこう駒を力を貯めて最後にね一気に攻めかかろうということでかなり呼び込むんでね怖いところですこれは。はい。まあ端の位がね何回も言ってるんですけど端の位が結構大きいのでこの位をまあなんとか活かせてね最後手勝ちにできないかといったところですね。まあ相手の方非常に強い方ですね。ここでまた考えられているので。まあやはりこう飛び込んでいくときにね、まあ、5三桂成、5三角成、あるいは5三桂ならずとかね、攻めはいろいろあるんですが、いずれにしろね、反動があるときにどうするか。これはどうですかね、同金と取って。これはちょっとありがたいかもしれないですね。これね、3五角打つとね、打つ手があるんですよ。これがね、結構きつい手なので、まあこれ一番ちょっと得したかもしれないですね。あ、同僚ですね。ありがとうございます。この将棋は私の鑑賞でした。鑑賞でした。どう鑑賞でしたというね、おっしゃってますけど。はい。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズの、実況対局ということでね、やっていったんですけれども、久しぶりにね、試験飛車をちょっと採用してみましてね、相手の方が急戦で挑んできまして、なかなかね、なんていうんですかね、言っていいか途中は難しかったんですけれどもね、まあ、最後の最後まで本当に形勢的には、難しい形勢がね、ついてたと思うんですが、まあ、最後にちょっと相手の方見落としがあってね、まあ、急転直下の、まあ、終局となりました。まあ、こちらの方で解説編でね、ゆっくり、定石を含めてね、解説していきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみいただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。